役者たちが倒れた？食中毒？今日の舞台はどうなるんだ？マスコミももう来てるんだぞ。いつもは穏やかに準備が進むはずの劇場が、今朝からかつてない混乱に陥っている。今回の公演は勝負作として多くの観客やメディアを呼び込み、劇場を盛り上げる絶好の機会。そのはずだった。ところが、本番直前になって主要な役者たちが次々と病院行き、しかも原因は食中毒だという。監督もいなければ代役すら見つからない。予告通り大勢のカメラや記者が押しかけているこの状況で、一体どうやって舞台を成立させるのか。スタッフたちは廊下を走り回り、支配人は焦りの色を隠せない。いつも静かな舞台袖には悲壮な空気が漂い始めていた。もう終わりよね。そうつぶやくのは、この舞台の主演を務めるはずだった女優。完全に力の抜けた声で台本を握りしめた手が震えているのがわかる。だが、その言葉を聞いた途端、裏方として動いていた俺は一歩前へと歩み出た。待ってください。自分だったら10分あればこの台本を組み替えられます。もっとコンパクトに、でもしっかり舞台として成立するように、新しい脚本を書いてみせます。思わず叫ぶように言い放つその姿に、女優もスタッフも息を飲む。果たして絶体絶命のこの状況を変えられるのか、それとも間に合わず全てが中止になってしまうのか。焦りと期待が入り混じる劇場の空気の中で、運命をかけた幕が今静かに上がろうとしていた。俺の名前は三浦翔太。地方の中規模劇場桜シアターで裏方スタッフとして働いている。普段は舞台装置の設置や大道具の搬入、雑多な道具の管理、照明のサポートなど、何でも屋のように動いていて割と重宝されている。と言っても、裏方に徹するのが俺の性分なのか、表立って評価されることはほとんどない。桜シアターは地元の名士でもある劇場支配人が芸術の火を絶やさないと意気込んで運営している。芝居だけでなく、コンサートやダンス公演、時には地域の学生向けの演劇教室まで行われることもある。だからこそ、多少の古臭さは否めないが、地元の人々にとっては大切な文化拠点だった。舞台公演を数日後に控えたある日のこと。劇場内は朝から非常に慌ただしかった。今回は桜シアターとしては比較的大きな公演で、全国的に名の知れた演出家と監督が招かれ、新進気鋭の若手俳優、女優たちが勢揃いしている。舞台は数年ぶりに上演される名作のリメイク版で、地元のメディアも注目しているとあって、スタッフの熱量はいつにも増して高い。舞台監督が大声で呼びかける。おい、そっちの道具さっさと運べ。午後には通し稽古が始まるんだから、舞台上に余計なものを置かないでくれよ。はい、すぐにやります。俺は声を返しながら、急ぎ舞台上に散らばる資材を片付けていく。そんなバタバタの中、ステージ中央にポツンと立っていたのが、今回の主演女優である水野瑠衣さんだった。年齢はまだ20代前半くらい。長い黒髪とすらりとした体型が印象的で、目鼻立ちがはっきりした美人だ。初めてこんな大役を任されたらしく、最近よく話題に上る期待の新人女優らしい。しかし、その華やかな肩書きに反して、彼女はここ数日ずっとうつむきがちだった。監督や演出家から飛ぶ叱咤が、たびたび劇場に響いていたからだ。セリフが棒読みだ。お前は感情を乗せることを意識してるのか？その度に彼女は、すみません、と小さくなってしまう。それでも、舞台上では笑顔を作り、本番に向けて猛練習している様子だったが、周囲から見ても明らかに空回りしているように思えた。この日の通し稽古でも、また同じような叱責が飛んでいた。監督が赤い顔をして、彼女の演技プランを激しく否定する。演出家も腕組みをしながら、厳しい眼差しを向けていた。もっと生きた感情をセリフに込めろって言ってるんだ。台本通り喋ってるだけじゃ伝わらない。すみません。もう一度やり直させてください。彼女の声はか細く、萎縮しているのがありありと分かった。稽古が終わると、ルイさんはそそくさと舞台袖へ引き下がっていった。俺はその光景を遠くから見ていたが、かける言葉も見つからない。所詮裏方の人間だし、彼女が置かれたプレッシャーは想像を絶するだろう。ただ、あれほど頑張っているのに、うまくいかず叱られるばかりでは、自信を失ってしまうのも無理はない。その日の夜、
劇場内はしんと静まり返っていた。いつものように手早く、大道具や照明器具のチェックを済ませ、あとは客席から舞台を見て、照明の当たり方を確認するだけ。そう思って、ステージに近づいた時、何やら人の声が聞こえた。どうして私はこんなに。囁くような、でも苦しげな声。すぐにそれが女性の声だとわかり、舞台へと急いで足を進める。すると、そこにいたのは水野瑠衣さんだった。薄暗いステージの中央で、両手をギュッと握りしめ、うつむいている。台本を持っているところを見ると、一人で自主練習をしているらしい。俺は思わず声をかけてしまった。ああ、夜遅くまでお疲れ様です。すると、彼女は弾かれたようにこちらを振り返る。その表情には焦りと驚きが入り混じっていた。あ、すみません。迷惑ですよね。勝手に舞台使って。いや、俺はただ大道具のチェックで来ただけですから、別に大丈夫ですよ。そう言って周囲を見ます。明かりは最小限しかついていないが、こうしていると舞台はまるで異空間のようにも思える。彼女は申し訳なさそうにうつむきながら言葉を継いだ。どうしても、今日の失敗が頭から離れなくて、みんなに迷惑をかけているのに、私は何度やってもうまくいかないんです。だから、せめてもう少し練習して、感覚をつかもうと思って。そうなんですね。俺は短く答えた。いつもはクールな印象のある彼女だが、こうして近くで見ると、その瞳には涙が浮かんでいるようにも見えた。昼間、散々監督や演出家に叱られたのだから、相当答えているに違いない。舞台俳優は華やかな職業に思われるが、その裏には厳しい稽古や批判がつきまとう。特に若手で注目されているなら、プレッシャーは相当だろう。俺は、そんな彼女の姿に自然と口を開いていた。俺は演技の専門家じゃないから偉そうなことは言えないんですけど、そのシーンの役の気持ちって、すごく複雑なんだと思うんです。表向きは笑顔でいても、実は大切な人を失う恐怖を抱えている、みたいな。正直、自分でもこんなセリフがとっさに出るとは思わなかった。大道具担当のスタッフが言うようなことではない。しかし、なぜか自然にそうしたイメージが浮かんできたのだ。彼女は目を丸くしている。そうですよね。まさに脚本では、悲しみを隠しながら笑顔を保つっていう描写があって。でも、私はそれをうまく表せなくて。そこまで言うと、何かを決心したように深呼吸をし、顔を上げる。もしかして、他にも何か思いつくことありませんか？この役がどんな心持ちでセリフを言えばいいか。そうですね。あくまで個人的な意見ですけど、彼女の問いかけに、俺は頭の中で一瞬整理する。本来なら、こんなことは監督や演出家が指導するべきだろう。でも、深夜のこの劇場には二人きり。他に指導者はいない。ふとした勢いに任せて、俺は自分なりにイメージしたキャラクターの心情を言葉にしていった。そのキャラクターは、おそらく一度大きな喪失を経験していると思うんです。だからこそ、これ以上誰かを失うのが怖い。心の奥底では泣きそうになっているけど、表向きは平気なふりをする。それが空回りして、かえってぎこちない笑顔になっちゃって。でも、その矛盾が滲み出ることで、観客はキャラクターの痛みを感じるんじゃないかなって言いながら、まるで自分の中に物語が広がっていくような感覚があった。俺が話を終えると、彼女は少し驚いたような顔をして小さくうなずいてみせる。すごい。そういう風に捉えたことはありませんでした。でも、確かに台本の行間にはそんな心の動きが隠されている気がする。そう思うと、セリフの抑揚の付け方もちょっと変わるんじゃないかな。無理に笑顔を作ろうとするほど苦しさが滲んじゃうとか。やってみます。彼女は興奮気味に言うと、急いで台本にメモを書き込んだ。そして、深呼吸をしてから舞台中央に立ち直る。先ほどまで消沈していたはずの背中が、ほんの少しだけシャキッとしたように見える。あの日から、私、あなたを守ると決めたの。だから、どんなことがあっても。セリフを読み上げる声には、ほんのわずかな震えが混じる。その震えが、キャラクターの強がる気持ちと、抑えつけた不安を表現しているのがわかる。俺は思わず息を飲んだ。昼間に彼女がやっていた演技とは、全く違う揺らぎがそこにあった。数分ほど練習を続けると、
彼女はゼーハーと浅い呼吸をしていた。気づけば汗も浮かんでいる。感情を込める演技というのは、それだけエネルギーを使うのだろう。どうでしょうか？今までとは少し雰囲気が変わったように感じます。いや、かなりいいと思いますよ。そう言うと、彼女はほっとした様子で微笑んだ。先ほどの演技から解放されたのか、その笑顔には一切のぎこちなさがない。ありがとうございます。本当はこんな時間に迷惑ですよね。でも、誰にも相談できなくて。いいえ、俺なんて大したものじゃありませんから。それに、舞台で頑張っている姿をいつも見てますし、少しでも役に立てたなら嬉しいです。彼女は、俺に深々と頭を下げ、明日も頑張りますと言って舞台を後にした。薄暗い客席の方へと去っていく後ろ姿は、先ほどまでの疲弊した雰囲気が嘘のように、どこか希望を取り戻したように見える。翌日、朝から俺は客席で配線作業をしていた。メイン照明の動作確認を急ピッチで行わなくてはならなかったからだ。すると、舞台上では監督の声がいつにも増して響いている。どうやら今日も通し稽古が始まったようだ。いいぞ、そのまま感情を引きずりながら。よし、今の表情だ。昨日までとは打って変わって、監督が褒める声を発している。どうやら稽古の進行は悪くないらしい。俺はちらりと舞台上を見る。すると、ヒロイン役のルイさんが堂々と立ち回っているのが見えた。セリフにも力が入っているし、何よりその表情や立ち姿に説得力が感じられる。稽古が一段落すると、スタッフたちの間からも小さなどよめきが起きた。今日はなんだかいつもと違うな。良くなってる。という声があちこちから聞こえる。監督も上機嫌のようで、水野、今の演技すごくいいじゃないか。やっと役が乗り移ったみたいだぞ。と、珍しく笑顔で称賛した。その瞬間、舞台上で小さくガッツポーズをした彼女の姿が見えた。遠目にもわかるくらい嬉しそうだ。俺は作業の手を止め、なんとなく胸の奥が温かくなるのを感じる。あの深夜の短いやりとりが、彼女にとってほんの少しの手助けになったなら、それは嬉しいことだ。稽古が終わると、ルイさんは真っ先に客席に降りてきた。明らかにいつもより目がキラキラしている。三浦さん。はい、お疲れ様です。今、監督に褒められました。初めてです。あんな風にちゃんと。本当にありがとうございます。彼女は早速、俺に頭を下げる。稽古がうまくいったことがよほど嬉しかったのだろう。顔が好調しているのがわかる。いや、俺は何も。夜に少しお話ししたくらいですし。それだけでも大きかったんです。あの時三浦さんが言ってくれたキャラクターの心情、すごくヒントになりました。自分で消化するのにちょっと時間がかかったけど、今朝の稽古前にもう一度考えてみたら、すっと自分の中に落ちてきたんです。熱弁する彼女を見ていると、俺まで嬉しくなってくる。それに、そもそも私、今回絶対に成功させたいんです。監督はもちろん、劇場の支配人にも恩があって、ここで大きな舞台に立たせてもらえたのって、本当に奇跡みたいなことだから。支配人に恩ですか？はい。実はまだ駆け出しの頃、どこのオーディションを受けてもダメで、東京で路頭に迷いかけていたんです。その時、たまたま桜シアターで開催していた新人発掘の舞台オーディションの情報を見つけて、当時、私はもう自分の将来に絶望していたんですけど、支配人が直接私のことを見てくれて、演技はまだ荒削りだけど、光るものがあるって言ってくれたんです。そう言って、彼女は少し照れくさそうに笑う。それまで誰からも評価されなかった私を初めて必要としてくれた。その瞬間に救われたんです。だから私はここでちゃんと結果を出して、支配人にあの時の目に狂いはなかったんだって思ってもらいたいんです。言葉には強い思いがこもっている。周りのスタッフが行き交う中、彼女の声だけがまっすぐに俺の胸に届いた。ほんの数秒、俺は返す言葉も見つからずに立ち尽くす。彼女の決意があまりに純粋で、そして何か切実だったからだ。実は、支配人はもう結構なお年なんです。そう見えないかもしれませんけど、長く劇場を守り続けてきて、今年でちょうど節目の年らしくて、次にこういう大きな企画ができるかどうか、正直わからないって聞きました。彼女の言葉にドキリとする。確かに、支配人は白髪も混じっているし、時々、もう年だからね。なんて、
冗談めかして言うこともあるけれど、いつも優しくて温厚な笑顔を浮かべているから、つい年齢のことなんて忘れてしまう。だから、私はどうしても成功させたいんです。これが支配人にとって最後かもしれないっていうのは、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そう思うと余計に失敗は許されない気持ちになるんです。彼女はぎゅっと拳を握りしめている。少し震えているのがわかるのは、舞台へのプレッシャーだけではないだろう。誰よりも支配人のことを心配しているのだ。支配人は、私みたいにどこへ行ってもダメだった新人を拾ってくれました。自信をなくしていた私に、君はもう少し続けるべきだよって笑って言ってくれたんです。あの言葉がなかったら、私はもう演劇を続けていなかったかもしれません。そこまで言うと、彼女は一瞬うつむいた。思い出を噛み締めるように、かすかに唇を噛んでいる。そして、意を決したように顔を上げ、まっすぐ俺を見る。その支配人が、今度の公演にすごく期待してるんです。劇場も大きな予算を投じて宣伝してくれましたし、有名な監督も呼んでくれました。私みたいに無名だった若手女優に大きなチャンスを与えてくれた。だからこそ、私はこの舞台を成功させて、支配人にあなたの見る目は本物でしたって胸を張って言いたいんです。決しておごるわけでもなく、ただまっすぐに。彼女の言葉は静かだが、その奥に深い熱が宿っている。苦しい下積みを抜けてきた者だけが持つ、決意にも似た思い。俺は胸がぎゅっと締め付けられるようだった。そっか、そうだったんですね。支配人、あんまり表に出さないけど、結構苦労してるんだろうな。この劇場の維持だって大変みたいだし、俺も裏方で働いていて感じますよ。支配人がどれだけ色々気を使って動いてるか。はい。だから、それに報いるためにも、私は今度の公演で結果を出したいんです。もちろん演技力もまだまだ足りないって自覚してますけど、でも、だからこそ、誰よりも努力して、せめて支配人が最後にやってよかったって思える舞台にしたいんです。その瞳は、涙ぐんでいるようにも見えるが、彼女は肩で息をしながら、それでもきっと笑っているのだろう。俺は知らず、彼女に見とれてしまっていた。なんとか言葉を探そうとするが、彼女のひたむきな思いが胸いっぱいに詰まってきて、声にならない。ありがとうございます。こんな話誰にもしづらくて、監督とか他の役者さんに言ったら逆にプレッシャーかけんなよって思われそうで。でも、三浦さんは裏方なのに私の話に耳を傾けてくれて、いろいろアドバイスもくれて、本当に感謝してるんです。彼女はすっと息をついて笑顔を見せる。さっきまで涙ぐんでいたとは思えないほど凛とした笑顔だ。私、今回の舞台を絶対成功させます。支配人に恩を返すためだけじゃなく、私自身のためにも。だから、三浦さん、今後ももしよかったらアドバイスもらえますか？演技だけじゃなく、どういう視点で舞台を見ればいいかとか、知りたいことがたくさんあるんです。彼女の瞳がまっすぐに俺を捉えて離さない。その熱量に押されて、俺は自然とうなずいていた。ああ、はい。俺でよければ何なりと。ただ、本当に大したことは言えないかもしれませんよ。いいんです。むしろ、誰にでも言えるようなことじゃなくて、三浦さんが思ったことを聞かせてほしいんです。あの夜も、三浦さんの言葉で救われましたから。その瞬間、俺は少しだけ胸が熱くなり、視線を落としてしまう。まっすぐに見られていると、何か無性に恥ずかしい。それでも、彼女の気持ちに応えたいと思った。わかりました。俺にできることなら力になります。そう答えた声が、妙に震えていなかったか心配になる。でも、彼女は気づいた様子もなく、嬉しそうに微笑んでいる。ありがとうございます。よーし。じゃあ、今日は徹夜覚悟で台本読み直しますね。いやいや、寝ないと体壊しますよ。頑張ります。失礼します。彼女は、そのまま舞台袖へかけていった。背筋を伸ばしたまま走る後ろ姿には、もう一切の迷いや不安は感じられない。決意と覚悟だけを携えて、明日に。そして、本番に向かって突き進もうとしているように見えた。まるでその姿が一つの希望の光みたいだった。かつて支配人に光を見出され、今こうして自分で輝こうとしている。その眩しさに、俺はしばらく言葉もなく、彼女が去った舞台袖を見つめ続けた。それから、彼女とはちょっとした顔合わせのタイミングを狙って、立ち話のように演技や、
キャラクターに関する意見交換をすることが増えた。例えば、舞台袖で出番を待つ合間や、休憩室での短い時間など。ここでの感情の切り替えが難しいんです。セリフの強弱はどうしたらといった具体的な相談を受けると、俺は思い浮かぶイメージを簡単に伝える。監督や演出家ほど細かい演技プランを組み立てるわけではない。でも、なぜだろう。彼女の演技や役柄について考えていると、頭の中で自然と場面が再生されるような感覚が湧いてくることがある。それをつらつら言葉にすると、彼女は大きくうなずき、なるほど。と目を輝かせて次の稽古へ向かっていく。最初は戸惑いもあったが、いつの間にか俺自身、彼女の成長を見守ることが楽しくなっていた。何より追い詰められていた彼女が少しずつ自信を取り戻していく姿を見るのは嬉しい。俺も裏方で支えている身として舞台が成功するに越したことはないのだ。こうしたやりとりが続くうちに劇場内でも、なんだかルイの演技が良くなってきてるね、という声が少しずつ広がっていく。以前は厳しく叱っていた監督も最近はあまり強い口調で怒ることが減り、代わりにそのまま維持しろ。さらに深めてみろ。と的確な指示を与えるようになった。桜シアターのスタッフの間でも、あの新進女優、最初はどうなるかと思ったけど、やればできるじゃないか、という雰囲気だ。その晩、劇場のスタッフがだいぶ帰り始めた頃、俺はステージ脇で小道具のチェックをしていた。明日の稽古に備えて必要な備品が全て揃っているか確認するためだ。床に座り込み、小さな手帳にチェック項目を一つずつ書き入れていると、どこか近くで人の足音がするのに気づく。三浦さん、今って時間ありますか？顔を上げると、ルイさんが少し遠慮がちな様子で立っていた。今日の稽古は先ほどで終わっているはずだが、まだメイクも落とさずに台本を抱えている。お疲れ様です。どうしたんです？他のみんななら、舞台監督が軽い夕食でも行こうって誘ってましたけど、そう言いかけながら、ちらりと時計を見やる。すでに夜も遅い。普通なら一段落ついた稽古終わりに食事へ行くのは自然だろう。しかし、ルイさんは台本をぎゅっと抱きしめたまま、小さく首を振った。なんか、あんまりそういう気分じゃなくて、みんなは楽しそうだったけど、私、もう少しここで練習したいんです。もしご迷惑じゃなければ、三浦さんに台本の読み合わせを手伝ってもらえないかなって。彼女は申し訳なさそうに視線を落とす。読み合わせ、もちろんいいですよ。俺もまだ雑務が残ってるんで、劇場にはいないといけないし。本当ですか？ありがとうございます。ルイさんはほっとしたように笑みをこぼした後、周囲に誰もいないのを確認してから少しだけ顔を寄せてきた。正直、今日の稽古思うようにいかなくて、みんなとはしゃぐよりもうちょっと役を掘り下げたいんです。三浦さんにアドバイスしてもらえるとすごく助かるから。その熱っぽい瞳を見ていると、思わず胸がぎゅっと締め付けられる。彼女がどれだけこの舞台にかけているか、痛いほど伝わってきた。わかった。じゃあ舞台袖か控え室が空いてるならそっちでも。好きな方で読み合わせしようか。はい、お願いします。ルイさんは小さくうなずくと、台本を持ったまま、まだ熱気の残る舞台の方へと駆け出していく。そこには食事へ行った他の役者たちの姿はない。スポットライトが落とされた暗がりの中、ステージに一人立つ彼女を想像するだけで、不思議とこちらの胸まで高鳴ってくる気がした。第2幕の終盤、恋人に別れを切り出されるところです。じゃあ始めますね。ルイさんは瞬時に役へと切り替わったような空気をまとう。どうして今になって。声がかすれたように揺れている。俺は思わず台本から目を上げ、彼女の表情を見つめた。かすかに眉を寄せ、唇を震わせている。そこには紛れもない悲しみが色濃く漂っていた。ごめん、君を傷つけるってわかってる。でも俺にはもうこれ以上隣にいる資格がない。俺がそう読み上げると、彼女は台本を胸に抱きしめるようにしながら、か細い声で返す。資格って何？私があなたを責めたり、追い詰めたりしたことがある？一度だってそんなこと。彼女の声は今にも泣きそうだけれど、一生懸命にこらえている。その塩梅が絶妙だ。ああ、今のいい感じです。思わず口を挟む。彼女はハッとして息をついた。目が潤んでいる。涙をこらえているのがすごく伝わってきました。でもそれだけじゃなくて、
愛してるからこそ、傷つけられた痛みまで見えて、こっちまで苦しくなるくらい。その言葉に、彼女はほんの少しだけ微笑んだ。よかった。ありがとうございます。三浦さんが相手役やってくれたから、すごく集中できました。でも、ちょっと、心臓ドキドキしてます。それは大丈夫ですか？変な意味じゃなくて、演技の上でなんですけど、一瞬、本当に別れを告げられてるみたいで、胸が痛くなって。そう言うと、彼女はふっと目を伏せた。長い髪が肩先に落ちる。今、自分の心臓もうるさく脈打っているのを自覚して、俺は少しだけ呼吸を整える。いや、むしろ、その痛くなる感覚が、本番にも生きるんじゃないでしょうか。観客に伝わるくらいリアルな気持ちでしたよ。そうですよね。じゃあ、もう少し繰り返し稽古したら、だんだん安定していくかも。頑張ります。そう言って、彼女はキュッと台本を抱きしめる。それからしばらく、台本の読み合わせは続いた。とりあえず、今日はこの辺でどうでしょう。あまり夜更かしすると、明日の稽古に差し支えますし。はい。おかげでつかめた気がします。ありがとうございます。そうして彼女は、台本を胸に抱いたまま、舞台袖へと消えていく。後に残された俺は、ハート一つため息をつきながら、胸を押さえる。この鼓動が少し落ち着くまでは、しばらく動けそうにない。裏方スタッフの読み合わせで、こんなにドキドキするなんて、どうかしてるな、俺。苦笑しながら、ステージの非常灯を順番に落とす。視界がどんどん暗くなると、さっきのやりとりが余計鮮明に思い出されて、心がざわついた。翌朝、本番さながらのゲネプロ当日。本来なら、今日は内輪の最終リハーサルを行って、細部のチェックを済ませ、そのまま翌日の公演本番へと突入する手はずになっていた。しかし、今回は大きな注目を集める公演ということもあって、ゲネプロに地元メディアや全国紙の記者が特別招待され、いわゆる公開リハーサルの形を取る予定だった。新聞社の演劇担当記者や地元テレビ局の取材班、さらにはウェブニュースのフリーランスライターなど多種多様なメディアが集結しようとしていたのだ。ここで高評価を得られれば大きな宣伝効果となり、本番のチケット完売はもちろん役者たちの名声にもつながる。逆にもしここで不評を買えば本番以前に公演の評判が落ちる危険もある。劇場としては勝負をかけた一日だった。よし、やるぞ！いつもならそんな気合の声が劇場全体に満ち、高揚感と緊張感が入り混じった空気が漂うはずだった。ところが今朝はどうにも落ち着かない雰囲気が劇場に蔓延している。舞台袖に集まったスタッフや役者たちもみんなどこかそわそわしている様子だ。俺も同じように胸がざわついていたが、その理由ははっきりとはわからない。というのも、昨日の通し稽古は申し分ない仕上がりだった。監督は上機嫌で、明日のゲネプロは大勢のメディアが来る。絶好の PR チャンスだぞ。と豪語していたし、主要キャストたちの士気も高かった。だが、今朝になって監督の姿が見えない。他にも、いつもなら早い時間に劇場入りするはずのキャスト数名の姿が見当たらないのだ。おかしいな。何かあったのかな。そう思いながら舞台袖で大道具の最終チェックをしていると、スタッフ仲間の遠藤さんが慌てた様子で走ってきた。三浦、ちょっと大変だ。どうしたんです？監督やキャストがまだ来てないようですけど。それが、どうも食中毒らしい。監督と主要キャスト数人が昨夜遅くに行った店で当たったみたいなんだよ。その言葉に一瞬頭が真っ白になる。食中毒。どうしてこんな大事な日に限って。遠藤さんは額の汗を拭いながら続けざまに説明した。監督と主演男優、それから準主役級の女優も含めて夜に集団で食事してたらしくてさ、今朝から腹痛と吐き気で病院に運ばれたって連絡があった。点滴を打ってる人もいるらしい。そんな。それだけじゃない。サブキャストの一部も同じ店に行ったみたいで、欠席の連絡が次々入ってるんだ。こんなことあるかよ。遠藤さんは明らかにうろたえている。俺も頭がクラクラしそうだった。ゲネプロ当日に主要メンバーが大量離脱なんて聞いたことがない。まして、ここにはメディアが押し寄せる予定だ。どうやってこの緊急事態を乗り越えればいいのか、まるでわからない。とりあえず、劇場の支配人や演出家が朝から大慌てで対応してる。三浦も急いで控え室に行ってみろ。俺は大道具チームをまとめて指示を待つから。わかりました。言われるまま、
俺は走って控え室へ向かう。廊下ではスタッフたちが工作するように行き来し、どうする？公演は中止か。延期にしてもメディアの都合が、と不安な声が飛び交っている。控え室の扉を開けると、支配人と演出家、照明、音響スタッフのリーダーたちが緊急会議を開いていた。その輪の中にルイさんもいる。彼女は昨夜、食事会に誘われたらしいのだが、読み合わせをしたいと断ったからだ。彼女の体は健康なはずだが、顔は明らかに青ざめ、落ち着かない手つきで台本を握りしめていた。俺と目が合うと、言葉にならない思いが、その視線に宿っているのがわかる。支配人、状況は？俺が尋ねると、支配人は苦しげに唇を噛んだ。監督と主要キャストが次々倒れてしまってな。医者の見立てでは強圧で回復は難しい。まして、あさっての本番だって出られるかどうか。このままでは、公演そのものを中止せざるを得ないかもしれん。その声は震えていた。もともと、この公演は桜シアターにとって大きな賭けでもあったのだ。メディアを呼んで注目度を高め、新たな客層を開拓しようという狙いがある。支配人や劇場の今後を左右するほどのイベントが、食中毒という思わぬ形で暗礁に乗り上げている。そんな。ルイさんがかすれた声を出す。せっかく掴んだ大役と公演のチャンスが、こんな形で潰れてしまうのは、彼女にとっても耐え難いだろう。役者の代わりが見つからない以上、ゲネプロは中止だ。本番も無理だろうな。メディアには今から謝罪の連絡を。演出家がため息混じりに言いかけたとき、ルイさんが顔を上げ、力強い声を放った。私はやります。どんな形でも今回の公演を続行したい。一人じゃ無理だって分かってるけど、何か方法があるはずです。控え室内の全員が驚いて目を丸くする。だが、その姿は何かを諦めきれない切迫感に満ちていて、誰もすぐには言い返せなかった。でも、主要キャストがごそっといなくなったら、そもそも芝居が成り立たないよ。監督がいなければ演出だってままならない。本番直前のこの時期にどうやって。スタッフたちが次々に反論するが、ルイさんは食い下がる。支配人がどれほどこの公演を大事に思っているか、私は知ってるんです。このまま引き下がるなんて。そう言われると、支配人も悔しそうに視線を落として黙り込む。重い空気が漂う中、俺は、ふと、頭の隅で、まさかあの手があるんじゃないか、と考え始めていた。メディアに新作舞台として見せることができるほど、台本を大胆に再構成できたら、監督や一部キャストがいなくても、最低限の人数で上演できる形式に切り替えることができたら、まるで電流が走るように俺の思考が動き出す。もちろん、そんなのは普通ならありえない無謀な案だ。しかし、このまま中止にしてしまえば全てが終わる。支配人が熱意を注いできた計画も、ルイさんの思いも、何もかもが消えてしまう。やるしかない。気づくと、俺は誰に言われるでもなく、一歩前に出ていた。みんながこちらを振り向く。俺は手のひらに汗をかきながら、それでも絞り出すように口を開いた。もし、台本や演出を根本から組み直して、今、ここにいるメンバーで、無理やりにでも舞台を成功させる方法があるとしたら、やってみませんか？周囲の視線が一層強まる。何を言ってるんだ、お前という、戸惑いの目線が痛い。今からそれが可能なのか？こんな短時間で、しかも監督不在で、脚本をいじるなんて、普通じゃ考えられんぞ。支配人が苦しそうに言う。けれど、もう後がないからこそ、俺は力を込めて主張した。普通じゃないからこそやるんです。食中毒で主要キャスト全滅なんて前代未聞なんですから、今のままじゃ絶対に回らない。でも、最初から今いる人数だけでできる舞台として作り変えれば間に合うかもしれない。大筋は頭で書き換えました。10分あれば台本を組み替え直せます。奇想天外かもしれないが他に手はない。室内を静寂が包み、みんなが息を飲む。やがて、ルイさんが希望をつかむように俺を見つめる。三浦さん、それやりましょう。私も全力で協力します。ありがとうございます。でも本当に時間がありません。すぐに取り掛からないとゲネプロどころか、本番すら危うい。その瞬間、支配人は大きく息を吐き、覚悟を決めたようにうなずいた。わかった。もうこうなったら背に腹は変えられん。三浦くん、君に頼ってもいいかね？はい。精一杯やらせていただきます。こうして、
俺は図らずも緊急の脚本改編プロジェクトの中心に立つことになった。周囲のスタッフや残ったキャスト、さらに劇場の掃除担当のおばちゃんから売店スタッフまで、総動員で参加してもらわなければならない。無謀と言っていいほどの大仕事だ。それでも止まってはいられない。中止は絶対に避ける。やるしかないんだ。俺は心の中でそうつぶやきながら、早速台本を開き、演出家やスタッフたちと緊急会議に入った。ゲネプロに集まり始めているメディアには、一時的な待機をお願いし、なんとか数時間だけ時間を稼いでいる状態だ。再構成した台本をざっと形にして、主要スタッフと残ったキャストがざわつく控室の一角。みんなが一息ついたところで、演出家が苦しげに口を開く。だが、どうしても埋められない穴があるんだよ。あの重要な役を演じられるプロがいないと、舞台が成り立たない。そう。この改編版台本には欠かせない役があった。後半でヒロインを追い込み、物語のクライマックスを支える嫌われ役。その嫌われ役とも言えるキーパーソンが抜けてしまったままなのだ。そこをないがしろにすれば、改編版どころか劇そのものが破綻してしまう可能性が高い。まだどなたか手配できる役者さんはいないんですか？手当たり次第電話はしてるが、舞台続行可能な人が見つからん。支配人やスタッフが頭を抱える。俺も悔しさをかみしめながら口をつぐんでいた。その時、失礼するよ。ドアをバタンと乱暴に開けて入ってきたのは、いかにも偉そうな雰囲気を漂わせる男性プロデューサーの園田。その後ろから長い髪を束ねた女性がすっと静かに続く。誰かと思えば君たちそんな茶番を始めたって聞いたけど、要するに主要キャストが食中毒で壊滅したから素人かき集めてごまかそうってわけだろ。プロデューサーは鼻で笑うように言い放つ。傍らにいる女性は無表情のまま室内を見回している。ちょっと待ってください。茶番だなんて。支配人が慌てて応じるが、園田は手を振って遮る。どうせできるわけないだろ。このまま中止にした方が傷は浅いんじゃないか。わざわざ俺もこのアンナも見学に来たってのに時間の無駄だったな。アンナという名前を聞いて周囲がざわつく。かつて一世を風靡した人気女優。しかし最近は舞台から離れていて、表舞台でも見かけなくなっていた。確かに目の前の彼女からはただものではないオーラが漂っている。だがその表情にはどこか冷たい光が宿っていた。すみません、ヒロインのルイさんが意を決して一歩進み出る。アンナさん、私たちはどうしてもこの舞台を成立させたいんです。実はどうしても演じ手が見つからない重要な役があって、アンナさんなら完璧にこなしてくださると思うんです。ルイさんが苦しそうにそう告げた瞬間、園田はあざけるように鼻を鳴らす。へえ、その必須の役って一体どんな美味しいポジションなんだ？どうせ主役でもヒロインでもないんだろ？だから人が足りないんだろうが。言葉にトゲがあるのを感じながら、俺は思わず口を挟んだ。すみません。もしよければこちらを読んでいただきたいんです。シーンの要所要所に強いインパクトを与える嫌われ役でして、中盤から後半にかけてヒロインを追い詰め、物語を大きく揺さぶるキーパーソンなんです。そう言って、俺は改編後の台本の該当ページをパラリと開いた。赤ペンの書き込みと付箋だらけで見づらいだろうが、それでも、この役がどれほど重要かは伝わるはずだ。周囲が息を飲んで見守る。しかし、園田はすぐさま嫌悪感をあらわにした。バカ言うな。あんなにそんな汚れ役やらせられるわけないだろ。こっちはトップ女優だぞ。まるで怒りをぶちまけるように言うプロデューサー。その横で、アンナ本人は表情を変えずに淡々とルイさんを見つめている。俺は一計を案じ、勇気を出して口を挟んだ。ですが、その役がいなければ公演は成立しません。アンナ頼む。力を貸してくれないか。俺がそう言って一歩前に出た瞬間、その場にいた誰もが息を飲んだ。そう。今は大女優となったアンナと、俺は付き合っていた。数年前、俺はまだ新人脚本家としてようやく世に出始めたばかりで、運よく新人賞を獲得し、その後もいくつかの舞台やドラマの脚本を手掛ける機会を得ていた。もっとも、世間からは小さな注目を浴び始めた程度で、果たして食べていけるのかどうかさえ危うい状況。ある日、うまくいったと思えば、次には企画が潰れる。そんな浮き沈みを繰り返していた。そんな時期に、
俺はバイト先でアンナと出会った。俺は劇場の裏方スタッフや深夜のコンビニなどあちこちのアルバイトを掛け持ちしていたし、彼女もまた女優を目指しながら日々稽古やオーディションを受けつつ、その合間にアルバイトをこなしていた。お互いくたびれた顔でシフトを終えた後、たまたま会話を交わすうちに、実は脚本家を目指していて、私も女優志望なんです。と、自然と互いの夢を打ち明け合うようになった。いつからか俺たちは親しくなり、夢を追う仲間から付き合うという関係に変わっていった。やがて俺は舞台作品が小ヒットを続けて舞台関係者の目に留まり、さらにはドラマ脚本の話が舞い込み、ヒット作を生み出せるようになった。一方でアンナはなかなか大きなチャンスに巡り合えない。それでも彼女は、私が本当に求める役は簡単に手に入らないから、と笑っていた。俺としては自分の成功がいつかアンナを輝かせる舞台を作れる手段になれば、と密かに思っていた。そんな折、二人の間に割って入ったのが、今では業界に顔の利くプロデューサー、園田だった。園田は、俺だったら、君をスターにできる、と甘い言葉を囁き、アンナに近づいた。正直、俺は彼を信用できなかったが、力のない俺には止める術がなかった。結局、俺たちは別れるしかなかった。アンナは園田に引き立てられ、いくつかの舞台や映像作品で立て続けに当たり役をものにしていく。やがて、実力派としてメディアの注目を集めるようになり、ついには有名ドラマの主演まで勝ち取って、一躍スターダムへ駆け上がっていった。俺がかつて夢見た、彼女が本当の光を浴びる瞬間を、遠くから見届けるしかなかったわけだ。一方、俺は俺で、脚本家としての道を失ったも同然だった。いつの間にか、俺は業界から干されるようになった。企画が通りかけた台本は、軒並みお蔵入りになり、受注していた仕事の話もすべて白紙に戻る。裏で手を回したのは園田。彼はアンナを成功させる手段として、俺という存在を排除したのだ。周囲に睨まれ、次々と仕事が消え、あれこれ迷走した挙句、今のように裏方スタッフのアルバイトを渡り歩く日々に落ち着いてしまった。そんな過去を知っている者は、今劇場にほとんどいない。園田は苦々しげに唇を歪め、吐き捨てるように言った。はぁ、お前まだこんな真似っこしてるのか？脚本の改編、舞台の再構成、大こけに決まってるだろう。よくもまあ、のこのこ出てきたもんだな。お前のせいでアンナがどれだけ苦労したと思ってる？その言葉は、過去の傷をえぐるには十分すぎる威力を持って耳に刺さる。俺は、きっと何も言い返せない。いや、言い返す資格なんてないだろう。実際、アンナを支えるどころか、俺は彼女を守れなかったのだから。それでも、俺は視線を落とさずにアンナを見つめた。わかってる。俺が彼女を苦しめたし、俺の存在は何の足しにもならなかった。だけど、今回だけは、本当に頼らせてほしい。どうしてもこの舞台を成功させたいんだ。アンナは無表情のまま、ふっと息をつく。園田は鼻で笑いながら続ける。自分で招いた失敗の尻拭いを、よくアンナに頼めるよな。あいつはお前の中途半端な脚本に期待して、ろくに評価されず、結局お荷物扱いされただけじゃないか。お前なんかに協力してやる義理がどこにある？その痛烈な言葉に、周囲のスタッフたちは息を詰める。ルイさんも硬くなって唇を噛み締めている。誰も園田に反論できず、部屋の温度がどんどん下がっていくようだった。それでも、心の中で言い聞かせながら、俺はぎゅっと拳を握りしめる。本当にわかってるよ。俺はアンナを救えなかった。むしろ苦しめた張本人かもしれない。そんな俺が、今回の舞台を存続させるために、また、彼女に力を貸してほしいなんて言っている。自分勝手だとわかってる。でもこれしかないんだ。視線をそらさずに訴えかけると、園田は一瞬ムッとした顔をしながらも、ちらりとアンナの方を見る。アンナどうする？俺だったらやめておけって言うがね。こんな無茶苦茶な改編舞台に付き合ったところでトークすることは何もない。お前の実力を示すにしても、こんな急増じゃ。さあ、もう帰ろう。園田はそう言い放ちながら、アンナの腕を取ろうとする。まるで、ここにいるのは時間の無駄だと言わんばかりに。しかし、アンナはその手を軽く振りほどき、わざとらしく肩をすくめた。別にいいわよ、受けてあげても。だって今日、メディアがたくさん入るんでしょ？そう言われ、室内のスタッフやヒロインのルイさんが一瞬息を飲む。すると、
アンナはにやりと笑って言葉を続けた。それなら、ここまでお粗末な改編台本をお披露目する場としては最高じゃない？この人、そう、無能な脚本家って呼ばれてるんでしょ？ここで大失敗すれば、もう二度と再起できないんじゃないの？その言葉に、俺は胸を刺されるような痛みを覚えたが、園田はむしろ愉快そうに口元を歪める。ああ、確かにそうだな。世間に笑われて大ダメージを負うのはそいつだ。そう考えれば悪くない見せ物かもしれないな。部屋の空気が一気に凍りつきかけるが、アンナは再び台本を手に取ると、パラパラとページをめくった。けど、やるからにはちゃんとやるから。私はいい加減な芝居したなんて絶対に言わせないわ。いい？俺は不安に揺れる胸を抑えながら、それでも一生懸命に頭を下げる。ありがとう。本当に助かる。助かるね。アンナは薄く笑いながら、改めて園田の方を一別する。園田もにやりと笑みを浮かべた。ま、そういうことなら付き合ってやるさ。どうせこの無能脚本家が恥をさらすだけだろうしな。俺たちとしてはいい見物だ。場の空気は一瞬凍りついた。スタッフの何人かは顔をこわばらせ、ルイさんは思わず身を引くようにして目を伏せる。けれど、時間は待ってくれない。ゲネプロの代わりに一生懸命準備を進めてきた。改編版公演の幕はもうすぐ上がるのだ。それから数時間後、バタバタとした段取り変更を経て、なんとか通し稽古と言えるほどの確認作業を終えた。指示やセリフの変更も大量に発生し、スタッフたちの疲労はピークだったが、ダメ出しを繰り返すうちに形だけは整った。そして、公演本番の幕が上がる。本来なら万全の体制で挑むはずが、今回はぶっつけ本番に近い。しかも会場にはメディアやゲストが大勢詰めかけており、開演前からざわつきが絶えない。噂を聞きつけた記者も少なくないらしく、監督の姿が見えない。主役級の数人がいない。といった情報が飛び交っているらしい。だが、客電が落ち、舞台が暗転すると、その喧騒もスッと静まった。第一幕。ヒロインのルイさんが孤独に立ち上がるシーンは、この改編版で最初に追加した独白から始まる。そこに照明が当たった時、彼女は見事に物語の世界を作り出した。うつむいていた表情が一転し、強い眼差しで客席を射抜く。あの深夜の稽古を思い出すような力強い演技だ。場面は進み、仲間や敵役が次々と現れ、いつしか物語は大きくうねり始める。厳しいはずの状況をものともせず、舞台上のキャストたちはそれぞれの役を全力で生きている。もちろん、スタッフも裏で寸分たがわぬタイミングで照明や音響、大道具の転換をこなし、サポートを続けている。だが、何より強烈なのは、アンナの嫌われ役だ。セリフを吐くたびに、客席からは緊張感が走り、ヒロインに向ける冷淡な視線や皮肉な笑みには、拍手ではなく、息を飲むような反応が起こる。それほどリアルで、そして観客の心を揺さぶる演技を見せていた。思わず舞台袖で見守る俺たちスタッフも、寒気がするほどの圧を感じる。すごい。やっぱりアンナは本物だ。まるで己の力を存分に発揮し、役と一体化することに喜びすら覚えているように見える。クライマックスシーン。嫌われ役であるアンナがヒロインを言葉で追い詰め、最後の最後でヒロインが本当の自分を解き放つ。その瞬間、客席に静寂が訪れたかと思うと、みるみるうちに熱い拍手が広がり始める。いや、すでにこの時点で幕が降りたような盛り上がりだ。そして最終場面。物語は予定よりもコンパクトな形に改変されながらも、鮮やかに終幕を迎える。舞台上でキャストたちが礼を取ると、客席は次第にうねりのような拍手となり、ついには総立ちのスタンディングオベーションへと変わっていった。成功したのか。舞台袖から客席を見渡す俺は、まるで夢のような光景に呆然とする。ルイさんは舞台上で涙をこらえながら何度も頭を下げ、アンナもクールな表情のまま手を振って答えている。けれど、その目尻にほんの少し潤みがあるようにも見えた。幕が降りた後、劇場内は記者やカメラマンが入り乱れ、舞台裏も慌ただしい。SNS ですでに速報のように情報が飛び回っているらしく、まさかあんな状況からここまで仕上げるとは、と熱っぽい声が飛び交っている。そんな中、複数の記者が一斉に駆け寄ってきて、スタッフや支配人、演出家に質問を浴びせる。
大きく脚本が変わったと聞きましたが、あれは誰が書いたんですか？急遽監督が倒れたと伺いましたが、代わりに演出をまとめたのはどなたですか？マイクやカメラが寄せられ、みんな答えに困って視線を交わす。その時、どこかの記者がスタッフの袖を引っ張り、興奮混じりに声を上げた。すみません。今の劇の台本、新人賞を取ったことのある脚本家、三浦翔一さんの作品に似ている気がするんですけど、関係ありませんか？セリフ回しや演出の特徴が似ているんですよね。俺の心臓がドキリと跳ねる。まさかこんな形で。俺は慌てて姿を隠そうとするが、同時に目ざとい記者がこちらを見つける。すみません、そちらの方。あなたさっきから指示を出してましたよね。もしかして、昔ヒットメーカーと呼ばれた三浦翔一さんご本人ですか？ドットカメラがこちらを向く。俺は思わず後ずさるが、今更逃げようがない。支配人や演出家も罰が悪そうに俺の方を見ている。バレたか。いや、隠し通せるとは思ってなかったけど、俺は意を決して、そっと小さく息をついた。三浦翔一です。昔はちょっとだけ名前を出して脚本を書いてた。でも今は裏方に回ってるんです。瞬く間にフラッシュが焚かれ、記者たちが一気に押し寄せる。やっぱりそうだったんですね。今回の改編台本もあなたが書いたってことですか？どうして表舞台から姿を消してたんです？再デビューの可能性は？次々と質問が飛んできて、対応しきれずに立ち尽くす。けれど、今の俺は妙に冷静だった。舞台が成功した事実がある以上、もう取り繕う必要もない。胸の奥でずっと溜まっていた重りが、ほんの少しだけ浮き上がったような感覚。改めて言うことなんか何もないんです。劇場を救うためにただ書き直しただけで。あとは、皆さんのご想像にお任せします。そうつぶやいた俺の耳には、客席から湧き起こる、まだ冷めやらぬ拍手や歓声が遠く反響していた。ふと視線を上げると、アンナがこちらに視線を向けて、ほんのわずかにうなずいた気がした。あの時代にはもう戻れないかもしれないけど、少なくとも、今この瞬間だけは、俺も脚本家として、またスポットの端に立ったのだ。記者たちに囲まれたまま、俺は視線を伏せ、静かに息を吐く。舞台が成功し、思わぬ形で脚本家としての素性が露呈した今、心の奥底にあった暗い重りが少しだけ軽くなったように感じていた。カメラのフラッシュや記者の声が遠のいていく中、ようやく周囲が落ち着きを取り戻し始めた。すると、どこからともなく支配人が姿を現し、俺の前へ駆け寄ってくる。その表情には涙ぐんだ光が浮かんでいた。三浦くん、本当にありがとう。私、正直もうダメだと思っていたんだ。監督もキャストもいなくなって、舞台を続けるなんて不可能だって。支配人は声を震わせながら、ぎゅっと俺の手を握る。でも君が諦めずに、あんな大急ぎで台本を書き直して、スタッフたちをまとめて、私もまだまだ諦めちゃいけないんだって勇気をもらったよ。本当に、最後の最後にいいものを見せてもらった。私もこれが劇場人生の最後になるかと思っていたけど、まだまだ頑張らないといけないな。その言葉に、俺は思わず目頭が熱くなる。脇では、舞台を支えてくれたスタッフたちも次々に集まってきていた。おい、SNS ですごい反響だぞ。さっきまで余ってたチケット、あっという間に完売だって。口々に興奮気味の声が飛び交う。即席で役者を引き受けたスタッフや、急遽小道具を握らされたおばちゃんまで、みんなが目を輝かせている。ねえ、もう一回やりましょうよ。なんだか私、今ならもっとうまく演じられる気がする。私も、舞台になんか立つとは思わなかったけど、なんだか楽しくなってきちゃった。彼らは口々にそう言い合い、疲れを忘れて盛り上がっている。そんな中、客席側の出口付近から聞こえてきたのは、園田の苛立ちをむき出しにした声だった。こんなふざけた茶番に付き合ってられるか。帰るぞ、アンナ。もうこれ以上こんな連中の自己満足に巻き込まれなくていい。振り向くと、そこには腹を立てた様子の園田が立っていて、少し離れた場所にはアンナの姿。アンナ、おい、行くぞ。私帰らないわ。アンナはそう言って静かに首を振った。ひときわ大きく目を見開く園田。何？お前今更何言ってんだ。こんなやる気のない劇場に付き合っても得はないぞ。しかもこんなしょぼい役。お前がやるような役じゃないだろうが。しかし、アンナはかすかな笑みを浮かべると、緩やかに肩をすくめる。お前がやるような役って、
具体的にどんな役のことを指すの？もう私は、園田さんの作ったイメージだけじゃ満足できないのよ。かつてはあなたの力で、私はトップ女優の仲間入りをしたかもしれない。だけど、今はもう仕事がほとんどない。多分、若い子たちに追い越されるばかりだわ。それは、お前の旬が過ぎたってだけの話だろ。だからこそ、俺がまたプランを立ててやるって言ってるんだ。園田は、苛立ちと焦りを混ぜた声をぶつけるが、アンナは小さく首を振る。いいの。もう、私はあなたの人形じゃない。もっと自分の可能性を広げたい。さっきの舞台で改めて思ったの。嫌われ役だろうとなんだろうと、自分の力で役を作り上げるのが、やっぱり一番楽しいのよ。園田の顔色が険しく変わる。低くこらえるような声で言い放った。いいのか？俺に逆らうとどうなるか、一番わかってるはずだろ？お前だけじゃない。あの脚本家やこの劇場だってもしかしたら。脅しならいらないわ。私もあなたに怯えるのはやめる。さよなら、園田さん。一瞬の沈黙。園田はカッと目を向き、唇を震わせるが、何も言い返せず、きびすを返す。くぐもった声で、勝手にしろと吐き捨てるように言い、乱暴に舞台裏から出て行ってしまった。その背中を追う者は誰もいない。アンナは、どこかすっきりした表情で、深く息をついてからこちらに向き直る。舞台裏の雑踏の中を、アンナがゆっくりとこちらへ歩み寄ってきた。まばゆいライトの反射が床を照らし、彼女の瞳にも複雑な光が宿っているように見える。園田が去っていった後の静寂に、俺はまだ胸の動機を覚えながら立ち尽くしていた。私も人形のままでいるつもりはないし、同じ役ばかりが回ってきても仕方ないもの。今の私にはこういう挑戦が合ってるのかもしれない。今回の嫌われ役、正直すごく新鮮だったの。彼女はそう言った後、かすかに唇を震わせながらつぶやくように続ける。でもそれだけじゃない。あなたに謝らなきゃいけないことがあるの。アンナの瞳からは今にも涙がこぼれ落ちそうになっていた。私、あの頃、あなたを裏切ったのは私。園田さんに誘われた時、あなたがどうなるかなんて想像もしなかった。若かったし、あまりにも一生懸命で、ただ自分が成功することばかりを考えてた。あなたが素敵な脚本を書いてくれていたのに、私の技術がそれに追いつけなくて、結果が出ないのはあなたのせいだって思い込みたかったのかもしれない。あなたが業界から干されるなんて思わなかった。自分の稚拙さであなたを傷つけてしまった。ごめんなさい。あれからずっと心のどこかで罪悪感が消えなくて。その言葉を聞くと、俺の胸にかすかに残っていたわだかまりが溶けていくような感覚があった。俺自身も彼女に対して捨てられたという思いがあったし、同時に俺が守れなかったという後悔もあった。どちらが悪いとか、そう単純に割り切れるものではなかったはずだ。アンナ。彼女は涙を拭いながらうっすら笑顔を作る。今まで見たことのないくらい弱々しく、でも誠実な表情。あなたの脚本、相変わらず最高だったわよ。急ごしらえの改編だったのに、こんなに面白い舞台になるなんて、本当に、ありがとう。その言葉に、俺は喉の奥から込み上げる何かを一生懸命に飲み込みながら、そっと微笑んだ。知らず、瞳が熱くなっているのを感じる。いや、俺の方こそ。この舞台の成功には君は欠かせなかった。本当にありがとう。アンナの瞳にはまた涙が浮かぶ。それでも、今度は吹っ切れたような穏やかな笑顔を浮かべていた。そこへスタッフが慌てた様子で駆け寄ってきた。すみません。今、外がすごい盛り上がりになってます。SNS で拡散されて、テレビの情報番組までコメントしてるんです。劇の評判が一気に上がって、連日満席になるのは確実で、スタッフたちの興奮が伝わってきて、俺も思わず笑みがこぼれる。支配人が涙を浮かべながら、夢みたいだとつぶやくのが聞こえてくる。まるで本当の奇跡が起きたようだ。それから日が経ち、俺たちの舞台は SNS やテレビ番組で大々的に取り上げられ、チケットは連日完売。さらに追加公演の要望が押し寄せ、最初は予定していなかったロングランに踏み切ることとなった。くしくも食中毒のドタバタがきっかけで生まれた新しい作品は多くの観客の心を掴んだのだ。その頃、あの園田の姿はもうどこにもなかった。どうやら今回の騒動で
業界の人間にも彼の強引さと裏工作が広まり、非難を浴びているとの噂だ。結果的にあまりに悪評が立ちすぎて、ちょっとしたバッシングを受けているとも聞く。だが、本人も本気でアンナのことを思っていた節もあり、嫌がらせをしてくる気配は一切感じられない。もしかすると、自分のしたことを多少は後悔しているのかもしれない。やがて迎えた千秋楽。舞台は最後まで大盛況のうちに幕を閉じ、打ち上げ会も最高潮に達していた。大ホールのロビーに臨時で用意されたテーブルには、ごちそうや差し入れが山のように並び、支配人をはじめ役者やスタッフ、掃除のおばちゃんや売店スタッフまでもが笑顔でそれをつついている。乾杯の温度を取った支配人はずっと顔をくしゃくしゃにさせて涙を拭いていたし、周囲から本当に良かったねと温かい声が飛び交っている。俺はグラスを片手に少しだけ人混みを離れて一息ついていた。相変わらず胸がざわついて、まだこの大成功が夢のように思えてならない。けれど、満面の笑顔で談笑するみんなを見ていると、確かにここに成功があるのだと実感させられる。三浦さん、お疲れ様です。聞き慣れた声がして振り向くと、ルイが少し蒸気した様子で俺のそばへと駆け寄ってきた。かがめた背中から立ち上る熱気が彼女の喜びを雄弁に物語っている。やっぱり大成功ですね。支配人も大喜びで、劇場がこんな盛り上がるなんて初めて見ました。ですね。なんか俺まだ実感が追いついてないけど、ルイは俺の返事に、と微笑んだ。それからテーブルの上に置いてあったグラスを手に取り、ぐいと一口飲む。打ち上げのビールがいつもより美味しそうだ。でも、これから三浦さん忙しくなっちゃいますね。私も実は今回の公演が話題になったおかげで、いろいろお仕事のお話をいただいてるんです。嬉しいけど、またすぐ次の舞台やドラマのオーディションへ行かなきゃいけなくて、三浦さんにもなかなか会えなくなっちゃうかなって。その瞬間、少しだけ悲しげな色が彼女の瞳をかすめた。打ち上げ会場の喧騒が遠くに感じられるほど、俺たちの間に静かな空気が流れる。だが、そのタイミングで横から軽やかな足音が聞こえてきた。お邪魔かしら。アンナだった。グラスを片手に、にこやかな笑みをたたえながら、俺たちのそばへやってくる。あ、アンナさん。ルイが少し驚いた様子で振り返る。アンナは視線を滑らせながら、どこか楽しそうに肩をすくめた。いい雰囲気ね。でも安心して。私、もう昔の男とやり直すほど安っぽい女じゃないのよ。そう言って、俺の胸を軽く小づく。俺は苦笑し、ルイは慌てて、そんな。と、赤面している。まあ、私もおかげさまで仕事が忙しくなりそうだし、あの嫌われ役が評判になって、いろいろ新しい挑戦ができそうなの。だから、二人の邪魔をする気もないわ。じゃ、楽しんでね。アンナはすっとグラスを持ち上げて乾杯の仕草をし、そのままきびすを返して去っていった。遠ざかる背中を見送るルイは少しだけ息を整えたように見える。そして意を決したように俺の方を向いた。三浦さん、私、いきなりこんなこと言うのも変かもしれないけど。ルイの声が震える。周囲の喧騒が途端に遠くなったような気がした。私、三浦さんのことが好きです。あの深夜、誰もいない劇場で練習していた時から、ずっと。だから、もし、アンナさんとまたやり直すつもりでいても、私、諦めたりしませんよ。まっすぐな宣言。それは、こんな騒々しい打ち上げ会場の片隅で、ひときわ鮮烈に響いた。俺は一瞬、何も言えずに固まってしまう。ルイさん。しかし、すぐに、もう悔いを残すような真似はやめようという思いが胸を貫いた。アンナとは、あれだけの大騒動を経て和解したけれど、もう戻るという選択肢ではない。彼女も、新しい舞台へ歩き出そうとしているし、俺もまた、自分の道を歩まなきゃいけない。ありがとう。実は、俺も君のことが気になってた。舞台に真剣に向き合って、立ち直って、こんなに成長して。そんな君を見てると、なんだか胸が痛くなるくらい魅力的で、それだけで顔が熱くなっていくのがわかる。ルイが瞳を潤ませながら小さくうなずく。じゃあ、これからはもうちょっとだけ近い距離で話してもいいですか？うん、ぜひ。そう言って微笑み合った瞬間、まるで打ち上げ会場のざわめきが祝福のように聞こえた。三浦さん、ちょっとみんなで写真撮りましょうよ。遠くから照明スタッフが手を振って呼んでいる。ルイが
行きましょう。と、笑顔で俺の袖を引いた。ああ、行こうか。そして俺たちは仲間たちと一緒に笑顔の輪の中へと歩き出す。照明の強い光が一瞬視界を白く染め、フラッシュがたくさん焚かれる中で、数日前までは想像もつかなかった幸せな結末が写真に収められる。そんな打ち上げの夜は、笑い声と音楽に包まれながら更けていった。新しい物語はきっとここから始まる。俺とルイ、そしてそれぞれの道を進むアンナがどんな未来をつかみ取るのかはまだ誰にもわからない。でも少なくとも今はこの幸福な余韻の中で精一杯笑い合っていたい。